朝鮮の身分制度や日本が朝鮮からヌヒを解放したという話をすれば、突然ヒステリックに日本にも奴隷がいた、人身売買は行われていたとの主張をする人が現れます。特に韓国の人に多いのですが、SNS などで突然このような主張をする方は、どうやら日本の江戸時代の得た否認のことを言っているようです。おそらくそのように教わったのでしょうけど、基本的な点が間違っています。重要な点は、得た否認はヌヒではないということです。これらは江戸時代の被差別民の呼称であり、多くは何らかの理由で脱藩してきた人などがルーツと言われますが、職業的にも制限され、居住区も制限されました。これらは明治時代には差別的呼称として廃止され、制限を行うことが禁止されました。このことをヌヒが廃止されたのは明治以降だと主張する人が、根本的に間違っているのは、ヌヒが廃止されたのでなく、差別が廃止されたのです。ヌヒ、いわゆる奴隷階級は、特定の主人の所有物です。そのため、主人の意思で売却することも、担保にすること、ヌヒ同士を交換することもできました。つまりヌヒとは他者である主人の財産として存在します。その意味で日本でヌヒ制度がなくなったのは10世紀頃と言われています。ヌヒは律令制度の中の身分であるため、日本ではすでにこの時代に律令制度自体が崩壊し、ヌヒという概念がなくなりました。江戸時代のこれら被差別民はヌヒではなく、しかもその人口は全体の 1.7% 程度であったと言われています。李氏朝鮮末期のヌヒは 40% に及びます。日本での制度的な崩壊は10世紀頃、朝鮮ではヌヒと呼ばれた人々がいたというレベルの話ではなく、社会制度の中に組み込まれた身分制度であり、その人口は増える一方でした。次に、日本でも人身売買が行われていたという指摘については、この被差別民の人々とヌヒを混同した前提の中で、それらの売買が行われていたというさらに混同した主張となっています。朝鮮のヌヒの場合、主人の所有物で、それらを売買するという、つまり社会制度そのものです。日本の場合は、餓死を免れるセーフティーネットのように人身売買については、許容されていた側面はあります。しかし、鎌倉時代にはすでに、家禄の申請の中で人身売買が禁止されています。豊臣秀吉の時代では、1582年に人身売買禁止令が発せられています。江戸時代には1616年に人身売買禁止令が発せられています。ただし、根絶までは至らず、たびたび禁止令が発せられています。つまり、日本において、ヌヒや得た否認と人身売買が結びつくわけではないということに気づくでしょう。借金の方に女性が遊郭に売られてくるということは、実際には昭和の時代にも反社会勢力が媒体となって行われていたと言われますが、国が制度的にそれを採用し、維持してきたという話とは全く次元の違う話ということが理解できるでしょう。李氏朝鮮のヌヒは国の政策であり、法律に定められたものです。この法律も、ヌヒが増えていくように改正されていくのです。人口の 40% といえば、日韓併合直前の人口から換算した場合、リンカーンの奴隷解放令によって解放された黒人奴隷の人口を超えるのです。つまり日本にも奴隷がいたのだから、朝鮮のヌヒ制度を論評するのは筋違いだとの主張は、完全な認識違いをもとにしているのです。それどころか、日本は朝鮮のヌヒを解放した側として、明らかにこのことを歴史的事実として主張する権利があるでしょう。なぜかといえば、韓国の多くの人は日本が朝鮮半島の人々を奴隷化したと主張しているからです。さて、今回は日本と朝鮮の身分制度の違いについてお話ししました。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。